周りは大抵こちらの欠点や劣った部分をそれほど重要視していません。仮に相手に、あの人は仕事ができない人だ。あの人はコミュニケーション能力がない。あの人は何を話しているかわからない。などと、こちらを低く評価されていたとしても、相手の関心事の上位にはそんなのは入ってきません。相手の関心事の中心は、相手の家族のこと、相手の悩み事、相手の好きなことなどが中心です。そんな他人の劣っている部分を四六時中考えている人など、よっぽど心に問題を抱えているような人を除けばいません。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルトチルドレンは認知の歪みがあったり、自意識過剰な人も多いです。認知の歪みがあって自意識過剰だと、人生にたくさん問題が出てきます。例えば、他人にどう思われているかがものすごく気になる。そして疲労困憊する。さらに他人がこう思っているだろうと間違って予測しているということです。勘違いで悪い噂をされているように感じたり、バカにされているように感じたり、劣った人という目で見られているように感じたりします。この心理状態はとても傷つきやすいです。ちょっと周りに低く評価されるとものすごく傷つきます。だからそう思われないように無駄なところで頑張っていたりします。そして疲れ果ててしまって自分の人生を生きられない、このようなことになりがちです。今日は自意識過剰な人が少しでも楽になるような話をしたいと思います。1、自意識過剰になる原因。2、自意識過剰の問題点。3、どのようにしていけばいいかという対策。4、ポイントの振り返り。5、すぐにできること。このような順番で話します。まず、自意識過剰になりやすい因子ですが、一般的に自己評価が低い人、認知の歪みがある人、自分の人生を生きていない人などは自意識過剰になりやすいです。その中でも自己評価が低いことが大きいです。自己評価が低ければ、その低い自己評価という自分の内面を通して世界を感じるので、他人が自分をどう思っているのかということが気になりすぎます。この状態では、ちょっとヘマをするとめちゃくちゃ恥ずかしく感じます。こうなれば恥ずかしい自分が周りにバレないように極端に気を使うようになります。つまり自意識過剰になります。また、自己評価が低いと認知の歪みも生じやすいです。例えば、自己評価が低いということは、自分で自分を責めているのだから、他人にも低く評価される。他人は自分を拒否するのではないか。他人に自分は愛されないのではないかと感じます。これは認知の歪みです。周りはみんな自分を重要視して真剣に見ているというのも現実を拡大して見ているし、低く評価されるだろう、笑われるだろうというのも歪みから来ています。このような認知の歪みがあると自意識過剰になりやすいです。次に、自分の人生を生きていない人も他人のことがどんどん気になりだします。このような人は自分がどのような人生を生きるかより、周りに嫌われないようにとか、周りに自分をどのような人と思ってもらうかというようなことに全力を注ぐ生き方になってしまいます。
では、自意識過剰だとどうなるか問題点を考えてみましょう。一つ目は、自己評価をさらに下げるです。他人を重要にしすぎているので、他人との関係でもっとこうするべきだったと自分を責めることになります。また、他人に低く見られないように、恥をかかないように、責められないようにと完璧を追い求めるかもしれません。人間はどんな人でも完璧にはなれないので、こうなると自己評価はどんどん下がります。2つ目は、さらに認知が歪んで傷つきやすくなるです。人の目を恐れていればいるほど、人に悪く思われているように錯覚しやすくなります。周りはみんな自分のことを劣った人という目で見ているだろうというような感じ方をします。これは現実の出来事で傷ついているのではなく、自分の歪んだ解釈で一人相撲で傷ついているということです。3つ目は、さらに自分の人生が生きられなくなるです。他人に笑われていないだろうか、失敗したらどう思われるか、嫌われていないだろうかという不安が異常に強いと、他人を気にしすぎて自然な言動ができなくなるので、行動が制限されます。そしてこのように他人が自分をどう思うかなどというどうでもいいことばかり気にしていると、本当に意味のあることについては考えなくなります。本当の意味あることとは、自分のやりたいことや自分が幸せになることです。それらを考えなくなります。そのうち自分のやりたいことや好きなことがわからなくなって、なおさら自分の人生を生きられなくなります。このように自己評価が低かったり、認知の歪みがあったり、自分の人生を生きていないから自意識過剰になるのですが、自意識過剰だとさらに自己評価が低くなったり、認知の歪みができたり、自分の人生を生きられなくなります。鶏と卵だし、悪循環です。4つ目は、他人の反応を過剰に気にしすぎるです。他人の表情や言動を過剰に気にしすぎます。それだけ他人が重要になりすぎています。他人なんかただの他人なのに、なんか王様みたいな扱いになってしまいます。家来は王様に嫌われたら死活問題です。王様の表情や言動を気にしておく必要があると思います。なので、王様がそばにいるときは神経を使ってくたくたに疲れると思います。周りのすべての人の顔色をまるで王様のように気にしすぎていたら、必要のないストレスや不安を常に感じることになります。5つ目は、人間関係がうまくいかないです。自意識過剰の人は、他人の些細な言葉を批判されたと感じ、傷つき怒りになったり、傷つかないように相手との距離を取ろうとしがちです。距離感が縮まらないということは、相手にとっては壁があるように感じるということです。また、自意識過剰な人は、劣っていることを隠そう、自分を立派に見せよう、嫌われないようにしよう、このように必死に本当の自分を隠していますが、本当の自分を隠すことに必死な人は、相手に関心がいきません。本当の相手には気づけません。つまり、相手は自意識過剰のこちらを傷つけないように気を使ってくれているなどということには気づきません。次にどのようにしていけばいいかという対策ですが、対策の一つ目は
現実とのズレを正そうです。もっと具体的に言うと、相手はどうでもいい人と理解しようということです。周りは大抵、こちらの欠点や劣った部分をそれほど重要視していません。仮に相手に、あの人は仕事ができない人だ。あの人はコミュニケーション能力がない。あの人は何を話しているかわからない。などと、こちらを低く評価されていたとしても、相手の関心事の上位にはそんなのは入ってきません。相手の関心事の中心は、相手の家族のこと、相手の悩み事、相手の好きなことなどが中心です。そんな他人の劣っているところを四六時中考えている人など、よっぽど心に問題を抱えているような人を除けばいません。確かに世の中にはこちらの穴探しをして批判してくるような人もいますが、そのような人はその人自身がひどい劣等感を持ち、それを必死に隠そうとしているような人です。相手はそんなどうでもいい人ということです。つまり自意識過剰な人は、相手がその瞬間忘れていることをずっと考え続けています。また、仮に今相手がこちらのことを劣った人と考えていたとしても、そのように評価されていると知らなければダメージはゼロです。あるいは、そのように評価されていると知っていても気にしなければダメージはゼロです。それなのに自意識過剰な人は、相手にどう思われているかということを現実に釣り合わないほど恐れています。そのように自分が気にしすぎてしまうことで、相手に自分を傷つける力を与えています。まず自分の心配事は現実に釣り合っていない、気にしすぎているということをはっきりと理解しましょう。自意識過剰ではなくなると、なんであの頃はそんなどうでもいい人にそこまで怯えていたのかなと不思議になります。このように相手はどうでもいい人と理解した次は、相手の言葉に力はないということも合わせて押さえておきましょう。例えば同僚の A さんに陰口を言われたとします。こうなると自意識過剰な人は、その陰口を聞いた人たちは、みんな私のことを悪く思っているだろう。私のことをバカだと思っただろう。A さんを許せない。と、1週間も2週間もそのことから頭が離れません。でも、陰口を聞いた人たちは、それほど重要なこととして聞いていないことがほとんどです。他人にとっては、あ、そんなことがあったのね、ぐらいのことです。でも自意識過剰な人は、まるで陰口を聞いた人たちみんなが、そのことを自分のことのように重大事として聞いていると思い込んでいます。ここに現実とのズレがあります。陰口を聞いた人などは、その聞いたことをすぐに忘れます。1週間も2週間も超気にしすぎているのは本人だけです。陰口を言われれば誰でも傷つくし嫌ですが、自意識過剰な人はその度を越しています。まるで人生を失ったかのようなダメージを受けます。でもその陰口を言った A さんの言葉には、人生を失うほどの効力はありません。大抵はせいぜい2、3日気まずくなる程度です。でもこれも自分の方が気にしすぎると防衛的な態度になって、周りとの間に壁ができてしまうことがあります。このように相手は自分を
悪く思っているだろう、辛辣な目で見ているだろう、劣った人だという目で見ているだろうと感じるのも現実とズレがありますが、他にも自意識過剰な人は無表情の相手を見ると、私を怒っているからだなどという解釈になることがあります。そのような認知の歪みを直していく努力も必要です。対策の2つ目は、自分の人生を生きようということです。自分の人生を生きている人は、自分のしたいことをしているので、他人の目など気にしていられません。例えば、好きで歌を歌っている人と、好きではないけど、人に見せるためとか、誰かの評価を得るために歌を歌っている人とがいます。この両者は、批判された時に傷つく度合いが全然違います。好きで歌っている人の方が傷つきません。好きで歌っている人は自分の人生を生きているということです。このような人は自分で自分を評価します。でも好きではないけど他の理由で歌っている人は他人が自分をどのように見るか、どのように評価するかで一喜一憂することになります。好きでやっている人も勝てないと苦しみますが、それは現実上の苦しみです。自分の人生を生きていない人は、勝てないことだけではなく、他人に低く評価されることで苦しみます。これは空想の世界での苦しみです。空想の世界の苦しみは激しい苦しみになります。このような人は自分の好きなことがわからなくなっていて、自分の人生を生きることは難しいのですが、それでも無自覚で今の生き方を続けていると、ずっと自意識過剰で自分の人生を生きられないということが続いてしまいます。どこかで自発的な力を加える必要があります。ことあるごとに自分にとっては何が大切か、自分はこれとこれでどっちが大切かと自分の選択に意識を向けて少しでも自分の意思で行動を選択していく努力が必要です。対策の3つ目は、ありのままの自分を受け入れるということです。自意識過剰で人の目が怖い人の本当の敵は、周りの人ではなくて、認知の歪みや自己評価の低さです。自分を恥ずかしく感じているから人の評価が気になりすぎてしまいます。恥ずかしくて人の目が気になるというと、トーマス・ギロビッチらの実験が有名です。どのような実験かというと、被験者に恥ずかしい T シャツを着てもらい、人々がアンケートを受けている教室に入ってもらいます。その時にどれだけの人が自分に注目をしたかを答えてもらいました。結果としては、被験者を注目した人は21% だけなのですが、恥ずかしい T シャツを着た本人は46% の人に注目されたと答えました。被験者は他人が自分に注目する割合を倍以上も過大評価していたことになります。このように他人が自分の恥ずかしいところや欠点に気づいていると思い込むことをスポットライト効果と言います。このスポットライト効果を理解し、自分にもそれが働いていることに気づくことで自意識過剰を薄める役に立ちます。このように自分が自分を恥ずかしいと感じていたり、ありのままの自分を低く評価していると自意識過剰になりますが、そもそも本当に自分は恥ずかしい存在なのかというところが重要です。
例えば、恥ずかしがり屋で自意識過剰な人などは、すぐに赤面する自分を恥ずかしく感じる人も多いです。赤面する自分をものすごく恥ずかしく感じるから意識しすぎてしまって本当に赤くなるということも起こります。もし当てはまる人がいたら次の実験を参考にしてください。スーザン・ケインの内向型人間が無理せず幸せになる唯一の方法に載っていた実験です。60人余りの被験者に他人にコーヒーをかけてしまったというような気恥ずかしいことをした人々の体験を読ませました。そして被験者にその体験談を書いた当人の写真を見せます。写真の顔は1、恥ずかしい決まりが悪い表情。2、恥ずかしい決まりが悪い表情で赤面している。3、ごく普通の表情。4、ごく普通の表情で赤面している。次に、その写真の人物はどれぐらい思いやりがあり、信用できる人ですかと被験者に尋ねました。その結果、赤面している人はしていない人よりもずっと好意的に判断されると分かったとのことです。恥ずかしくて顔が赤くなるような人は、ありのままの自分を拒否し、理想の自分を演じようとすることで自意識過剰になっていますが、現実はありのままの自分の方が好意的に思われているという例です。自分を拒否しているのは自分であって、周りではないということです。自意識過剰な人は認知の歪みがあることが多いので、このようなことがよく起こります。では、ポイントを振り返ります。自己評価の低い人は自分を恥ずかしく感じるので、その自分がみんなにバレないようにということに過剰に意識がいきます。つまり自意識過剰になりやすいです。また自己評価が低いことから周りにも自分を低く評価されているように感じたり、辛辣な目で評価されるだろうという誤った予測をしがちです。このような認知の歪みも自意識過剰に拍車をかけます。そして自意識過剰だと人の目が気になって自分の人生を生きられませんが、自分の人生を生きていなければ生きていないほどさらに自意識過剰になります。また自意識過剰だと自己評価の低さや認知の歪みもさらに悪化します。どこかでこの悪循環を抜ける必要があります。自意識過剰な人は人と会っていると緊張する。飲み会に参加できない。参加しても嫌われないように細心の注意を払って疲労困憊すると言いますが、でもその相手はこちらが深刻な悩みを抱えていても気づいてもくれない人ではないでしょうか。仮にこちらがメンタルが参って明日から入院が必要ということになっても、当日まで気づいてくれないような人ではないでしょうか。相手はそれほどこちらのことを重要視していないということです。こちらのことを真剣に見ていないということです。つまり、こちらのことをちゃんと見ていない人の目を恐れているということです。他人に悪く思われているのではないかと気になって仕方がない人は、おそらく悪く思われてはいないし、また仮に悪く思われていたとしても、別にそこまで恐れるような大きな問題ではないと自分に何度も言い聞かせましょう。そして自意識過剰だとものすごく傷つきやすいです。人の目が気にならなくなるとあまり傷つかなくなっていきます。そのためには自己肯定感を上げること、認知の歪みを直すこと、
受け身ではなく主体的に自分の人生を生きることなども大切です。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、このように考えてみようです。自意識過剰はすぐに消えるものではありません。今までものすごい自意識過剰だった人が魔法のように急に周りを気にしなくなる方法などはありません。でも視点や考え方を変えることにより薄められることがあります。例えば乾杯の挨拶をしなければいけなくて恥ずかしいことになるのではないかと自意識過剰になっているとします。このような時は仮に乾杯の挨拶がうまくできなくても、ただ乾杯の挨拶がうまくないと思われるだけで、別に人間としての価値がないとか、人間全体として劣っていると思われるわけではないと考えてみてください。他にも他人の目がものすごく気になるときは、逆に自分が他人を評価してやろうと視点を変えてみてください。相手は自分をどう思っているのかから自分は相手をどう思っているのかに変えてみてください。また、この状況を自意識過剰ではないあの人だったらどう思うだろうと考えてみてください。自意識過剰は自己肯定感が低いことが一番の問題です。時間をかけて自己肯定感を高めていくことも忘れないようにしましょう。自己肯定感を高めようなどの再生リストも参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。いつも高評価やコメントや応援してくださっている方々ありがとうございます。そして最後までご視聴ありがとうございます。途中離脱していく方も多い中、最後まで見てくださる方にはとても力をいただいています。ありがとうございます。今後もアダルトチルドレンが少しでも生きやすくなるための動画を配信していきますので、仲間になってくださる方、応援してくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。